0円で人生が輝き出す5つの習慣。お金がない、時間もない、でもなぜか心まですり減っていく。それ、原因は使いすぎではなく使わせられているからです。今日から何も買わずに人生を根本から立て直す5つの習慣。企業が絶対に教えたくないその秘密をお話しします。0円で人生が輝き出す5つの習慣。お金を使わない生活と聞くとどこか惨めで我慢ばかりのイメージがあるかもしれません。ですがそんなのはもう古いです。今の時代、幸せを感じる力そのものが大きく変わってきています。物価は上がる、税金も上がる、給料はほとんど変わらない。そんな中で節約しなきゃと思えば思うほど心はどんどん疲弊して生活の質まで下がってしまう。それでは本末転倒です。本当に豊かな暮らしとはお金をかけることではなく、お金をかけずに満足する力を身につけること、つまり満たされ方を変えることなんです。今日お伝えするのは節約ではありません。節約のように見えて実は生活の本質を整える5つの習慣です。これらを取り入れることで出費は自然と減り、心は軽くなり、気づけば人生そのものが変わっていきます。大事なのは意思ではなく仕組みです。我慢しようと頑張るのではなく、無駄遣いが起きない流れを自分の中に作ってしまうこと。そしてその流れはほんの少しの習慣から始まります。今回紹介する5つの習慣は全て今すぐ実行できて、しかもお金が一切かからないものばかりです。けれどもその効果は想像を超えています。なぜならどれも見えない支出と心の浪費を断ち切る方法だからです。あなたの毎日の中に潜んでいる小さな出費、なんとなく使っている調味料、洗剤、スマホ、カード登録、趣味の使い方、どれも目立たないけれど確実にあなたの人生を削っています。そこに気づいた瞬間から全てが変わります。お金を使わなくても心が満たされる、そういう生き方がちゃんとできる時代になりました。もし今将来への不安や毎月の出費に悩んでいるなら、この5つの習慣はあなたにとってきっと突破口になるはずです。企業が絶対に教えたくない0円で幸せに暮らせる最強の習慣を一つずつ丁寧にご紹介していきます。調味料を減らす。味覚は知らぬ間にお金と健康を奪っている。1ヶ月にかかる調味料代、あなたは計算したことがあるでしょうか。塩、砂糖、醤油、みりん、めんつゆ、ソース、ドレッシング、どれも一本一本は安く見えるかもしれませんが、全て合わせると平均で月2500円前後、家族がいれば5000円を超えることも珍しくありません。これだけでも決して小さな金額ではありませんが、問題はそこだけではないんです。調味料を使いすぎることによって実はもっと大きな損失を私たちは抱え込んでいます。砂糖と塩、どちらもかつては高級品でした。人間の命に必要な貴重な資源として大切に使われてきました。ところが今では大量生産と低価格化によって誰もが簡単に手に入れられるようになりました。その結果どうなったか、私たちの味覚は明らかに麻痺しています。甘すぎるお菓子、濃すぎるラーメン、塩分過多の惣菜、それに慣れきってしまった舌は家庭の料理ですら味が薄いと感じるようになっていく。そしてその度にさらに調味料を足していく。気づけば必要以上の砂糖や塩を日常的に摂取しているんです。これが何を引き起こすか。糖尿病、高血圧、動脈硬化、脳梗塞、心筋梗塞、医療費は跳ね上がり、健康寿命は縮まり、働く力も奪われていく。つまり調味料の使いすぎは目に見えない形であなたの未来の収入を確実に削っているんです。でも逆に考えてみてください。調味料を少しずつ減らしていけばお金は浮き、体は軽くなり、味覚はクリアになる。しかもこれは明日からすぐにできる習慣です。最初は薄味に物足りなさを感じるかもしれませんけれど、それは正常な感覚へのリセット期間です。1週間もすれば不思議と素材そのものの味に満足できるようになっていきます。するとスーパーで並ぶ加工食品が逆に不自然に感じるようになっていく。それはあなたの体が自然な状態に戻った証拠です。さらに言えば調味料の使用量を減らすと料理の手間も減ります。洗い物も楽になります。結果として時間まで節約できてしまう。つまりこの習慣は食費の節約、健康の維持、時間の確保という3拍子揃った最強の生活改善なんです。誰でもできます。明日からじゃなく今日からでもできます。味覚のリセットが人生の再起動になる、そんな可能性をあなたにも体験してほしいと思います。洗剤の使用量を減らす。清潔すぎる暮らしが静かにお金と健康を削っている。洗濯や掃除をするたびに当たり前のように使っている洗剤。でもその当たり前が
実は大きな無駄を生み出しています。洗剤のパッケージに書かれている使用量、スプーン2杯、キャップ1杯、ほとんどの人はそれを疑いなく守っているはずです。ですがそれはメーカーの都合であって、あなたの暮らしに最適な量とは限りません。実はほとんどの家庭では洗剤を使いすぎています。半分の量でも十分に汚れは落ちる。それなのに多くの人は指定された量を律儀に守り、気づけば1ヶ月で何本も洗剤を消費してしまっている。その結果出費も増え、健康にも悪影響が及んでいくのです。そう、洗剤の使いすぎは単なる無駄ではありません。洗剤に含まれる化学物質が肌から吸収されたり、呼吸とともに体内に取り込まれたりしてアレルギーや肌トラブルの原因になることもあるんです。しかも最近のステルス値上げにも注意が必要です。価格はそのままでも内容量が減っていたり、成分が薄められていたりするケースが増えています。つまりあなたは気づかないうちに少ない効果に対して多くのお金を払わされているかもしれません。そんな中で今すぐできる対策が一つあります。それが洗剤の量を減らすという習慣。思い切って今の半分にしてみてください。驚くほど普通に洗えます。しかも汚れが落ちていないのではと不安な方にはランドリーボールという救世主がいます。たった100円前後で手に入るこのアイテムは洗濯物をほぐし、洗剤を全体に行き渡らせてくれる。だから少ない量でもしっかり洗える。まさにコスパ最強の節約ツールです。洗剤の量を見直すだけで出費が減り、健康が守られ、環境にも優しくなる。しかも生活の満足度は何一つ下がらない。むしろ無駄を見つけて改善できたという小さな達成感があなたの暮らしを内側から整えてくれます。節約とは苦しみでも窮屈さでもありません。それは生活の重なりすぎた装備を一つずつ外していく作業です。洗剤を減らすという小さな習慣の見直しが未来のあなたを静かに守ってくれます。夜にスマホをいじらない。夜のスマホがあなたの財布をゆっくりと空にする。夜になるとついスマホを手に取ってしまう。気がつけばネットショッピングを眺めている。そしていつの間にか必要でもないものを買ってしまっている。そんな経験あなたにも一度はあるのではないでしょうか。でもそれはあなたの意志が弱いからではありません。そうなるように脳ができているんです。私たちの脳には前頭葉と呼ばれる理性を司る部分があります。ここが活発に働いているうちは衝動や欲望をうまくコントロールできるのですが、夜になるとその前頭葉の活動が一気に低下してしまう。つまり夜は一日の中で最も判断力が落ちる時間帯なんです。そんな状態でスマホを開いて広告やセール情報を見てしまったらどうなるか。冷静な判断ができず、欲しいという感情だけが膨らんでいく。しかも最近のネットショップはこの脳の弱点を徹底的についてきます。タイムセール、限定クーポン、深夜限定ポイントアップ、どれも夜に設定されているのは偶然ではありません。これはもう明確な戦略です。夜のあなたは企業にとって最も売りやすい顧客なのです。だからこそ自分の意志力に頼って買わないようにしようと思っても無理があります。本当にやるべきことは意思ではなく環境を変えること。スマホを見る時間帯を決める。夜9時以降は画面を見ないようにする。それが難しい人はタイマー付きのスマホケースを活用してみてください。一度タイマーをかければ朝まで開けられない仕組みになっている。つまり自分の未来を守る物理的なバリアを作るのです。さらに効果的なのが夜の調べ物をやめること。調べるだけのつもりが関連商品を見つけてしまう。そしてなぜか買ってしまう。そういう流れは本当によくあります。情報を見る時間と買い物をする時間を分けるだけでも衝動買いは確実に減っていきます。この習慣を身につけると毎月のカード明細が変わります。自分でも驚くくらい出費が減っていく。そして何より翌朝の自分に昨日の自分、欲が満したと思える。それが小さな自信となり次の節約につながっていくんです。夜のスマホ時間、そこにこそ最も危険な浪費の穴がある。そのことに気づき夜の過ごし方を見直すだけであなたの財布も心もずっと穏やかになっていきます。カード情報を削除するワンクリックの快楽があなたの未来を切り崩す。クレジットカードの番号をスマホやパソコンに登録しておく。それは確かに便利です。たった数秒で決済が終わりストレスもない。けれどその便利さが気づかぬうちにあなたの大切なお金を奪っています。人は手間が少ないほど判断が雑になります。カード情報が自動入力されることで私たちは買うかどうか迷う時間すら失ってしまっている。その結果なんとなくついでに気軽に買ってしまう。そして使ったお金の記憶すら曖昧なまま消えていく。これはまさに無意識の出費です。しかも出費のたびに快感が伴う。
それがネットショッピングの怖さでもあります。脳は簡単に手に入ったものに快楽を覚え、それを繰り返そうとします。つまりカード情報を登録したままでは、あなたの脳は浪費を習慣化するように作り変えられてしまうんです。ではどうすればいいのか。答えはシンプルです。カード情報を全て削除すること。 Amazon、 楽天、各種 EC サイト、スマホの自動入力データ、全部消してしまいましょう。すると次に買い物をしようとした時、わざわざ財布を取り出しカード番号を手入力しなければならなくなる。この煩わしさが衝動買いのブレーキになるんです。たったそれだけで出費は激減します。面倒くさいという気持ちは悪いものではありません。時にそれはあなたを守る最大の武器になります。さらにもう一つ、カード情報をオンラインに残しておくことは今やセキュリティ上のリスクでもあります。ハッキング、情報流出、不正利用、誰もがいつ被害者になってもおかしくない時代です。実際最近では気づかないうちに数百円ずつ抜かれているケースも増えてきました。細かすぎて気づけず、数ヶ月後にようやくおかしいと思う。でもその頃にはすでに何万円も失っていることがある。だからこそ自分の身は自分で守る。クレジットカードは必要な時だけ使う。それが今の時代を生きるための新しいリスク管理です。ワンクリックで買える時代だからこそ、買うことに一手間かける人が無駄遣いから自由になれる。カード情報を削除すること、それは節約のテクニックではなく、あなたの人生を守るための防衛策なのです。あえて趣味を増やす。お金を使わない人ほど多くの趣味を持っている理由。節約したいなら趣味を減らせ、そんな風に言われることがあります。でも実はその考え方こそが無駄遣いの始まりかもしれません。なぜなら人は退屈に耐えられない生き物だからです。やることがない、楽しみがない、暇を持て余している。そんな状態でスマホを開けばタイムセール、広告、SNS の誘惑が一気に飛び込んできます。そしてちょっとだけのつもりが気づけばいらないものをカートに入れている。それが毎月、毎週、毎日のように繰り返される。つまり無駄遣いの本当の原因は浪費の誘惑ではなく、その誘惑にさらされやすくなる暇や刺激の欠如にあるんです。だからこそ節約したい人ほど趣味を増やした方がいい。お金がかからない趣味で構いません。むしろかからない方がいい。図書館で本を読む、公園で散歩する、格安ジムで汗を流す、無料のアプリで語学を学ぶ、 YouTube でダンスを覚える。どれも月に数百円、あるいは無料で始められることばかりです。そうやって毎日を自分で満たす時間で埋めていくと、浪費は驚くほど減っていきます。なぜなら満たされている人には何かで埋める必要がそもそもなくなるからです。さらに趣味にはもう一つの効能があります。それはストレスを減らしてくれるということ。お金のことでストレスを抱えていると、その反動で何かを買いたくなってしまう。だから節約だけに集中するのではなく、気持ちの余裕まで含めて設計することが大切です。お金を使わずに楽しめることを一つでも多く持つ、それが豊かに生きるための本当の土台になります。そして不思議なことに、趣味に没頭している時の人はお金のことをあまり考えていません。考えないから無駄に使わない、使わないから自然と溜まっていく。この流れを生むには趣味を増やすことが一番効果的なんです。節約とは何かを我慢することではありません。やらされるものでも制限でもない。本来は自分の人生を自分の手に取り戻すための手段なんです。そしてその第一歩が、お金を使わなくても夢中になれるものを見つけること。あなたの時間と心を企業の宣伝に奪われないためにも、ぜひ自分だけの楽しみを増やしてみてください。0円の習慣があなたの人生を静かに変えていく。私たちはあまりにも長い間こう教えられてきました。豊かに生きるにはお金が必要だ。欲しいものを我慢するのは惨めなことだ。でもその常識に従ってきた結果、お金は減り、時間は奪われ、心はすり減っていく。それが今の暮らしの正体です。けれどここまで見てきた5つの習慣はその常識を静かにひっくり返してくれます。調味料を減らし味覚を整える、洗剤を減らし自然を取り戻す、夜にスマホを閉じ心を守る、カード情報を削除し浪費を断つ、趣味を増やし日々に意味を取り戻す。どれも派手ではありません。だけどそれらが確実にあなたの人生の流れを変えていきます。お金を使わないということはただ我慢することではありません。企業に選ばされた生き方から抜け出し、自分で選び直す力を取り戻すことです。そしてその力は1円も使わずに手に入れることができます。なぜなら
それは習慣だから。ほんの小さな行動の積み重ねがやがて人生全体の空気を変えていく。節約とは貧しさの象徴ではなく、自由と安心を取り戻すための技術です。お金が減らないだけじゃない。心が満たされ、思考が澄み、人間関係すら変わっていく。静かに、着実に、何も奪わずに、それでいて確実に人生を変えてしまう。それが0円で幸せに暮らせる習慣の本質です。今日からあなたも試してみてください。財布の中身は減らずに、気づけば人生が軽くなる。その実感こそが次の習慣へと背中を押してくれます。あなたの未来はもう誰かに買わされる必要なんてないんです。